酒屋さんでよくあるメニューかな。あれ美味しく作る方法がございます。キャベツの春ピン漬けです。結構濃い塩水で煮ると食感も残りやすいので、塩水で茹でるってことが大きなポイントですね。ニンニクの効いたすし酢ベースの調味液がですね、この塩茹でしたキャベツにしっかりと染み込んでますね。まあジャキジャキという感じが残って食感バッチリ。お酒全般合うんじゃないですかね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはキャベツの春ピン漬けです。例えばゴルフ場のね、サイドメニューで副菜じゃないけどおつまみみたいなやつとかね、居酒屋さんでよくあるメニューかな。あれ美味しく作る方法がございます。お教えしたいと思います。じゃあ材料です。キャベツほぼ丸々1個ですね。ニンニク、お湯、塩、すし酢、さらに別の塩で赤唐辛子ですね。まずキャベツ切りましょう。芯外します。こう斜めにね、こう3箇所ぐらいこうやって切り目入れると芯こうやって抜けますからね。芯抜いて、取りすぎるとねこの芯の部分は甘くて美味しいのであんまり取りすぎない方がいいと思いますね。で1枚ずつ剥いていきます。こんな感じかな。今モリモリっとしますね。これ最後のねところはねこのぐらいな感じでいいと思います。柔らかいし。そしたら今日分量出てます。お水の分量も 1200cc。 これに対して塩が大さじ1。結構しょっぱい感じですね。塩しっかり溶かしたらキャベツ入れていきます。で食感は絶対残す。なのでくたっとしたら OK かな。でキャベツは火通り分かりやすいですね。こうなんか鮮やかなグリーンからちょっと濁ったグリーンというか半透明っぽくなる感じですね。じゃあどんどん揚げていきます。で余熱で火入っちゃうんでまた一回水かけて。じゃあどんどんキャベツ茹でる。これちなみにロールキャベツする時もちょっと強めの塩水で茹でるといいですね。キャベツ甘くなります。すごく。春ピン漬けの思い出はあるんですか？春ピン漬けの思い出、まあでもゴルフ場で知りましたね。やっぱりそうですね。ゴルフ場がなぜか多いですね。なんででしょうねあれ。ゴルフをしたら食べたくなる。いやそんなことはないと思うけど、案外美味しい。どこで食べても。はい、全部茹で上がりましたと。冷水で完全に締めます。そしたら漬け込む用意をしていきます。まずニンニクカット。スライス。でこういう保存袋を用意していただいて、ここに調味液入れていきますね。今切ったニンニクで赤唐辛子でお塩追加ですし酢ザーでちょっと袋破けないようにお塩溶かすつもりで少し揉んで、この調味液の中に今湯がいたキャベツを絞って水気を抜いてつけていきます。絞れたらつけていきます。ちなみにこれすごいシャキシャキです。この状態ちょっと茹で加減考えてくださいね。それから結構濃い塩水で煮ると食感も残りやすいので塩水で茹でるってことが大きなポイントですね。でニンニクも今回スライスにしましたけど、叩くようにした粗みじんとかにするとやっぱ香りが強くなります。だからニンニク好きな方はそれでもいいと思いますね。ただしっかりと
調味液に浸かるような形にして空気を抜くと。これこうする。こうやってギリギリで寄せるでしょ。そしたらこのままずるーっと下ろすと結構空気抜ける。この状態ですね。この状態でつけていきます。だいたい一昼夜冷蔵庫で、これをつけたものを共有しますね。こういうちょっと浅い感じの色になります。酢の関係だと思いますね。いかにもお漬物っぽい。これでちなみに2日目です。じゃあ取り出して盛り付けていきますね。まずはおいにですな。いわゆるあれの匂いですね。でこれもあれですよね。キムチと同じように茎の部分好きか葉の部分好きか分かれますよね。こんな感じかな。はい、完成です。僕はねこの柔らかい方が好きですね。茎の部分よりもよく浸かるから。いただきます。うまい。いやこのニンニクの効いたすし酢ベースの調味液がですね、この塩茹でしたキャベツにしっかりと染み込んでますね。で食感バッチリジャキジャキという感じが残って歯触りもいいです。お酒全般合うんじゃないですかね。しばらく持ちますし、この 600g っていうグラムだとすると、さっき最初に言いましたけどキャベツほぼいったものなので、作り置きしてちょっとずつ毎日晩酌のあてにいかがでしょうか。ごちそうさまでした。